こんにちは、りんご夫婦です。私たちは2022年1月から仕事を辞めて本一周を始めた夫婦です。もともと軽自動車ハスラーで旅をする予定でしたが、納車が間に合いませんでしたので、先立ってキャリーケース片手に旅を始めております。はい。では今回日本一周までに準備してきたことを時系列にお話ししたいと思います。りんご夫婦。私たちが最初に日本一周をしようと思ったのは、2021年3月。でその3月に旦那さんの方から日本一周しようって言い出して、そこからいろんな気持ちの変化とかあったんだけど、まあそのきっかけは旦那さんの方でしたね。そして3月にそう言い出して、4月5月の頃はまあその2人とも YouTube 見るのが趣味になってたよね。もう本当に見て、その時を見るだけっていう、勉強してみたいな。でもなんかその頃も特に何をしようとか準備は特にしてなくて、なんかするならこんな感じかみたいな。なんか車とかも何がいいとか全然決めてなくて、なんか普通に憧れいいなっていう、それが4月5月の話、で6月になって実は私たち結婚をして、そこで入籍をして、そうだね。でこれからより将来のこと2人とも考え出したよね。でその時日常的に車が必要だなってなってきて、その車どうするっていう話をしてて、なぜかジムニーを2人ともいいなって街で見かけるジムニー、かっこよかったよね。かっこいい、で試乗をしに行ったんだよね。でジムニー見に行ったら、ちょっとジムニーはこれも1本目の動画でちょっとだけ触れたけど、狭くて、その家族増えてもちょっとね、2ドアだからね前、ね、出入りがしにくいとか、かっこよかったんだけど、でその時に担当してくれた方かな、がハスラー乗ってて、私たちハスラーもちょっと考えてたんだよね。でその方がハスラーいいですよって結構お話ししてくれて、でジムニーの隣にハスラーも置いてあったから、よりね、で私の母はハスラーの旧型に乗ってて、実は今のハスラーは新型になってて、見た目も中身も改良されてバージョンアップしてたから、いやハスラーいいなっていうのは思ってた。確かに。でもその時もハスラー契約するっていうのはまだちゃんと考えてなかったけど、それはね、車屋さんに試乗しに行ってなんかそこで契約っていうのはちょっと踏み込めなかったね。考えてなかったけど、リース契約をしようっていうか、最終的になって、でちょっとリースに関してはまた別の動画でお話できればと思うんですけど、すごく良かったからね、良かった。すごいリースにして、で結果的にそのハスラーの納車が半年かかるって言われていたので、リースじゃなくても人気で、新車がやっぱりすごい人気みたいで、一応私たちも新車でリース契約してるんですけど、それでもやっぱり遅いって言われてるので、逆算するともう今しかないというか。そうだね、6月だったから、その6月頃はふわっとした気持ちで日本一周っていう夢も来年からっていうのを抱えてたから、ここでハスラーをゲットしたら日本一周ハスラーとできるんだっていう、そうハスラーはね寝れるんだよね。それも知ってから、日本一周向きっていうのも視野にね入ってったよね。で一応契約をそこで済ませました。それが6月末です。で7月8月あたりはそこまで具体的になんか進んだっていうことはなくて、ワクチンとか受けてたよね、その2ヶ月間。2回接種そこで終えて、でもなんか日本一周の準備をそこもしてなくて、私はその日本一周するしないにかかわらず、その1年後には仕事を辞める、何か新しいことをしたいっていうのがあったから、その頃は他の勉強してたかな。そうだよね、デザインの勉強とかしてたよね。してたね。そういうなんか身につけたいなっていう。なんかもともとそのシフト制の仕事をしてて、なんかパソコンとかあんまり使わない仕事だから、なんかこれからのこと考えたら、そういうパソコンでできる仕事がしたいっていうしんくんみたいな憧れて、なんかたまたま電車でパソコンで仕事してる人を電車の中で見かけて、めっちゃかっこいいってなっちゃって、もう私もパソコン片手にどこでも仕事できるようになりたいっていう夢があって、でそれも日本一周中それも叶うじゃんとかっていうのはちょっとポッて引っ
光が見え出してきた頃でした。今までそういう勉強とかもちょっと足が重かったというか、ね、そういうきっかけがあって、勉強始めて、いろんなことからだけど、ね、でそれも日本一周にちょっと、ね、近づけるかなって、なんかだんだんとそこに向かって、いろんなことが重なっていったって感じかな。りんご夫婦で9月は、私たちは結婚休暇をもらって新婚旅行に行ったんだよね。ね、北海道に行ってきました。そう一緒にね行きたかったから、そう5日間も休暇をもらえて、もう今後仕事を続けてたら2人とも、その一緒に5日間ももらえることないって思っちゃって、そんな休みを一緒にもらったもんだから、なんかより旅こんな感じかっていう、旅いいなって思って。そう平日に行ったんだけど、やっぱり旅してる人というかキャンピングカーとかね、そうやってる人いるんだなっていうのを目で見て実感して、そうだね、その頃にはもう気持ちが急上昇、日本一周しようってその頃にもう言っちゃってたよね。もうそこでなんかもう確定したというか、実際に旅してみたことで気持ちが完全に固まったっていう感じかな。ハスラーをレンタカーしたのをリースで、ね、契約するって決めてたから、乗ってみたいって、でそれも、ね、含めてハスラーで旅をするというのをイメージできました。9月です。りんご夫婦10月はもう本格始動、私らは会社に退職願いを出しました。でその会社にもう願いを出した後、お互いの家族に日本一周しますっていう報告をしに行ったかな。でも本当に結婚してるから、特に僕の場合は、その奥さんのご実家はすごい心配で、してくれてた。本当に念のためその比較書というかそうちゃんと作ってくれて、紙1枚でまとめて、例えばその1年間かけて、そのバンライフをしますっていうタイトルで、お金はどうするの、とか資金面に関しても、例えば他の YouTuber さんの例に出して推定収益がこのぐらいみたいな書いて、それをね私は先に家族に渡しに行って、面白いことする2人だねみたいな感じで、そう安心した、それ聞いて。なんか結構面白みを興味持ってくれて、2人って決めたからいいんじゃないみたいな、楽しいねっていうね、すごいなんか緊張してて、ずっともうそうだね、家族に報告することは、でもそこで安心してさらに進められた感じがするね。そうだね、なんかそういう風に送り出してくれてすごいよね。自分らも親になったらさ、子供にそういう風にしてあげれるようになりたいって思ったよね。でそこでその YouTube もやるってなったから、言っちゃったからね。そう多分ね、家族は普通に顔出ししてするんだろうってね、見てくれるからさ、そこできっと安心もするだろうしね。なんかそのビデオレターではないけど、家族に見てもらって、そうだね、一番は家族に見てもらうつもりで、なんか安心材料ではないけど、それ見てちゃんとね楽しんでたりねするなって思ってもらえれば。そこでね、もともと顔出しもするかしないかっていうのはすごいもうずっと悩んでた悩んでたけど、そこでも顔出しはしてみようと思ったよね。そうだね、そこで決まりました。でなんかそこからすごい本格的に準備が始まった感じがするね。だし、2人とも計画しだしたね。毎日話して。りんご夫婦11月はしんくんが YouTube と Instagram を開設してくれました。車中泊のグッズをもう11月から買い集めだね。準備できるものとかはね、もうポータブル電源とかを必要なものを全部機械集めて、また車中泊グッズに関しては別の動画でお伝えできればと思うんですけど、で11月からもう日本一周するから節約をいや頑張った。すごかったね、節約は。そうなんですよ。あんなにやったことないよ、節約。でもね、節約をね楽しんでた。そうだね、確かに。なんかゲーム感覚でお金減るよなっていうね、信じてやってて、1000円ぐらい電気代を置いたんだよね。そうだね。びっくりだよね、冬場で。本当にきつかったけど楽しかったですね。いい思い出今は。具体的には例えばそのお風呂入ってる時は電気をつけなかったりとか。そうだね。であとお風呂でシャワーを出す時ってちょっと最初に水が出ちゃうと思うんですけど、お湯が出るま
ではそうそう、そういう水をペットボトルとかタンクに溜めてて、洗濯の水に使ったり、そう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 、あと電気もその部屋の電気も暗くなるまではつけないっていう。そうだね、日が沈むまでつけないっていうね、面白かったね。キャンドルで過ごしたりしてる。過ごしたね。なんかトイレの電気とかもたまにキャンドルで電気つけないでね、キャンドルで。そう面白い。で基本的だけど、あとは外食を控える。そうだね。これ基本自炊してたね。そうだね。結構それも食費15,000円までとかって決めていけたよね。意外とね、いけたね。お菓子も買わなかったし。で11月で、12月も節約は引き続きしましたね。そうだね。でも12月に入ってから、そう引っ越し準備、引っ越しはその旦那さんの実家の部屋に荷物を置かせてもらう。そうだね。っていうことだったので、荷物は業者さんには大型家電だけ頼んで、冷蔵庫とソファー、ベッドは頼んだんだけど、あとは自分たちで段ボールも集めて、大変だったね。スーパーとかでもらってきてね、毎週のように。段ボールってやっぱり普通に買うと 3,4 千円ぐらいかかるみたいで、普通に業者さんだったらもらえるけどね、頼んでたらね。そうそうそう。荷物も実家の車わざわざ借りて、そう毎週来てもらったりね、お互いそれぞれ。そうだね。本当に助けてもらってね。でたまに軽バン借りて、そこにたくさん荷物乗せて、だから断捨離もしながら、あと家電リサイクルに持ってたりね、もう寿命のものたちしてたかな。そうだね。だからもう12月の頭から引っ越し業者電話したのもそのぐらい。でも12月中に退去届と入居届はもう早めに出しておきました。そうだね。退去したらすぐ入居、その日に全部済ましたよね。でももともとその12月中にハスラーが来る予定だったので、それもう早めに終わらせて、もう全部 DIY の時間に費やそうと思ってたけど、結局ね、もう連絡が来なくて、連絡が結局来なくて、どうしようかっていうのすごい、12月中旬ぐらいからね、悩み始めたよね。で結局もうできることをやるしかないっていうことになって、一旦その、キャリーケースだけで、キャリーケースだけで生活、いろんなところに回っていこうっていうスタイルに決めて、車が来るまで待とうという。そうで私たちその関東圏内に住んでるんですけど、関東圏内で一旦旅をしてみて、近場でね、そう、いつでも車が来ても大丈夫なようにすぐ戻れるように、で、今その撮影してる時がそのマンボウが出てる状態で、外にあまり出れないというか、なので一旦その今は旅は自粛してて、自宅で準備をしている状態です。リンゴ夫婦。お金面についてなんですけど、もう2人で暮らし始めた時から、1ヶ月に1人 1.5 万円ずつ貯金をずっとしててね、なんかことあるごとにそう引っ越しとかに使っていたんだけど、それを旅用にずっと貯めていて、あとは2人とも結婚したんですけど、お祝い金いただいたので、本当にありがたい。その費用を結婚式挙げていないので、日本一周に使おう、そうだね。とあとはそれぞれの貯金があって、日本一周するの1年っていう期間が私たちは設けてて、それには十分けど、やっぱどんどん減っていくのはあれなので、YouTube をして、皆さんに旅をお届けしたり、地域のために魅力を発信したりして、あとワーホリできたらいいかなという、リンゴ夫婦で今まで長々と話したんですけど、日本一周をやってみたいっていう気持ちをお互いにね、心に持ってて、で実際家族に話していってから、もう一気に気持ち固まって、そこから行動していったという、で私たちなりの経緯だけど参考になれば、そうだね。今回の動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。